よ。まあ大体何の用があってお前が1000回組んだりまで来たのかはわかるよ。またそいつが火つけようとしたんだよな。だろ？すまん。たびたび言い聞かせてはいるんだが性分というか、良くないことと分かっててもやめられないっつうかやめないっつうか、生まれた時代も悪かったんだ。あの頃は妖怪をのべつ幕なしに怖がる風潮みたいなのがあってだな。人は特にそういうのが強い上なまじ力があるもんで、我がなんとかしなきゃって感じで妖怪絶対メスマンになっちゃったんだ。とにかく後でそいつ一生は怪我を治らなくなるまで私がエレクトリ買っとくから今日のところは解放してやって。ってちょっと待ってそれ何のカウントダウンおっかねえってば通貨数え方独特だなおい。見て見て閉じこう。は思った。辰年の、ナース。ごめんなさい状況は察しました。どうかお耳にひびりだー。これはミコさん。私があなたの皆を呼ぶ前にのこのこ出てきてくれるなんて本当にお耳がよろしいのね。君が一言でも言葉を発していたらきっちり許すを決め込む構えだったがね。黙っててよかった。雄弁は銀、沈黙は金とはよく言ったものね。気に入らない？何かと私を避けるところも、この浮かれポンチな格好も、前者は君が感情的で強引だから、後者は今日がハロウィンだからだよ。早苗君には仮装してお菓子をむさぼり食う手書き祭みたいなものだって言うから、もうじっくる客人をもてなそうとシャレの効いたコスチュームを吟味していた次第さ。もう、こっちは大事な話があってわざわざ1000回まで来てるっていうのに、そのようだね。ちゃんと聞くからそろそろどいてくれない？美人のお姉さんと合法的に密着できるのはかなり美味しいけど倒されるよりも倒したい派なんだよね。私 M じゃなくて S だから視界線の S？まさに倒したいってね。ギャハハ、うまーくない？仏の顔の残機はとっくにゼロです。さすがにしばくわよ。ごめん調子に乗りすぎた。まず上下変わろ。上下がそんなに大事ですか？無論だよとじこ。私がお寺関係の人にマウント取られるとどうしても復活したくなっちゃう性分なの知ってるでしょ？まあ、胸中お察し申し上げます。その説はどうもっと。変わるんだ。よっと。ちなみに大師様、それだと上下変わっても大師様が猫のままです。にゃーん、違います。ぶっ刺される側って意味です。何言ってんだろ私。というか要件は分かりきってるんですから、ここは折れて聖に謝りましょうよ。太の件は私たちの監督不行き届きでしたって、私も一緒に頭下げてあげますから。親かな？しかし彼女の言いたいことはどうやら少し違うようだよ。正直彼女の放課癖はそれほど気にしてません。本気で火をつける気なら夜にでも来ればいいのに、毎朝決まった時間に頼もう。ですから、呆れるほどのそもそも論ですよ。はっははははは。ことを荒立てないためにもここは大師様が笑うべきではありません。実はふとちゃん、この頃は火をつけるというより妙蓮寺に愚痴をこぼしに来てるんです。最近神聖なる霊廟にあやかしがはびこるようになった。大師様は何をお考えになっておるのか。ってね、一輪や村さが必死に彼女を慰めてお引き取り願うというのが近頃の日課で、あれ妖怪と仲良くなってないこれ。相手はレミリアさんですよね。生実家ビッグネームだから里でも噂になってます。まあね。どうにかならない？私ふとちゃんが心配。レミリアとこれ以上慣れ合うなっていうつもりならそれは君の教義に反するし、私にとって彼女はあやかしではなく一人の友人だ。あなたっていつもそう。自分の理屈で周りを振り回すの。娘のことだって私に任せきりで自分はコウモリとイチャイチャ。あなたを神としたいながらもあんなお面を押し付けられた心ちゃんのメンタルケアは母親一人でできることじゃないわ。あんなお面って言われた私の心のケアはそりゃ親権は私にあるけど、父親として会う権利があるってことは会う義務があるのと同じだと思うの。聖はすぐ大師様と夫婦寸劇始めようとするのやめような。なんか無性にイラつくから。はいただいま。ナムさん、ミコの心の声が聞こえます。吸血鬼です。かわいいです。トリックはトリート。結婚してなきゃいたずらしちゃうぞ。かわいいな。いざ動物集合。あれ、なんか一人多いな。てかレミリア日傘は好きだ。じゃん、ヤゴコロ印の日やけどね。なるほど、ちょうどいいや。縁側に回ってくれ。大師様がお待ちだ。家中の人が来たようだ。だったらこの機会にどうにかしてくださいよ。あなた、やめろ。奥さんぶるな。閉じ子が切れる。あなた。はっはははは、なんだよその格好。そりゃ外の世界じゃ仮装なら何でも良さそうなもんだけどよ。それにしてもナースって、しかもシャレで。君らは仮装すらしてないじゃないか。必要ないの？ソダちゃんこれ、マカロン、食べたいっつってたでしょ。ははは、言ってない、バラされたんだ。あと天使みたいな悪魔が天使の試食みたいな食い物持ってくんじゃねえよ。成仏したらどうする？なあ、後でも振らせてくれ、できれば。みんなの目のないところで。いいよ、ソダちゃんってほんと生きづらそうな生活してるよね。死んでるか？悪いね、君らはお菓子をもらいに来た側なのに。
それを言うなら悪魔に文句を叩かれた豊里耳が仮装しているのはおかしい。そうだった。マリサもお呼ばれしてきたの？成り行きだよ。通貨商売敵の本丸ですげえリラックスしてんな。日曜のお父さんかよ。ニルバーナスタイルって呼んで、成り行きとは？ハロウィンっぽいことしたくてコーマ館に突したんだ。魔導書くれなきゃ爆破しちゃうぜ。で、そしたらちょうどレミリアが心霊病に出かけるところでさ。爆破される前に誘ってみた。グッジョブだレミリア。美人が増えるのは大歓迎だよ。心霊病には誘われなくても来るのに、うちにはめっきりね。私は仏教徒じゃないぜ。同僚者としてマリサを見込んでるのよ。とびきりの妖術教えてあげるのにな。いつまでも独学じゃ伸びるものも伸びないじゃない？ついでに出家しちゃいなさい。家で鳴らしてる。宗教家の勧誘癖は煙たいわよひじり。見境なしみたいに言わないでください。何言ってた小石はちゃっかり在家にしてるくせに。それはそうとあいつ。ふとだっけ？なんか道場のあたりフラフラしてたけどどうかしたのか？挨拶しても無視するし。もっと元気なやつじゃなかったっけ？いじけてるんだよ。あなたがしっかりしないからね。何かあったの？実は、待ってひじり、さすがにいきなり本人に言うのは、悪者になりたくないってほっぺに書いてある、お言葉だけど、その覚悟もなしに誰かを導けるとでも、物事には順番があるって言ってるんだ。君は感情に任せてそのうち大きな失敗をする。薄っぺらい打算よりマシです。じゃ線に乗せられて踊るようなね。よそでやれよ、犬も食わねえ。誰が夫婦だ。言っちゃねえけど悪かった。お前の旦那だよな豊里耳は。な。じゃあわい、やいの。マカロン。我も食べてみたかったり。でものひじりのおせっかい焼き目が言わんでもいいことを大師様に言ってしまったからの久々に煮込みも会いたいし。いいのじゃ出づらいぞこれは。仕方ない。いつまでも言わないでおくわけにはいきませんからね。話しましょう。レミリア、よく聞いて。カクカクシカジカでコシコシプニプニのヌメヌメピコピーコ。どうした？悪いもんでも食った？あーわーせいて。わーん。というわけで、君とはもう会えないんだ。そんなー、まるまるもりもりこれこれうまうま。仕方ないだろ。とだって私の大事な家族なんだ。彼女が私たちの友情を認めてくれないのであれば。私あんたと会えなくなるのやよ。絶対やー。おいおいおいかわいそうなんだぜーレミリアー。夫を許してあげてレミリアさん。男心って最後には結局本妻の元に帰るのー。人質を理解しきれてないバカがいるな。後で芝こう。ママ、まずいぞ。よく聞こえんが我のせいでおかしなことになってるのはわかる。だが近頃じゃ妙蓮寺に入り浸る理由が欲しいという理由でお嬢との付き合いに口しゃべりを伸ばしていたなんて、今もって野良妖怪は嫌いじゃが。あそこの連中は、一輪のやつは我の大事な友達。あれは友達の距離感じゃなくね。知ってるだろ完全に一ほときまし合うけど。友達ができる喜びは、我だって知っておるというのにの。おや？おじゅう殿のことは、別に。もっとマシな顔でもじもじできねえの？言葉が出ないときはボディランゲージだぜ。あらー。これからも大師様と仲良くしてくだされ、あなたよりずっと潔いわ。まあ憎まれ口を。火種は太の口を真に受けて私となしつけようとした君なんだよ。私は彼女がレミリアに敵意を抱いていないことに気づいていた。ひどい。そうやってまた私を悪者にするのね。あなたが復活した時だって、まるで異変が私の責任みたいに言ったのよ。僕はもう少し寝ていてもよかったんだがね。美人すぎるアマさんがめっちゃタイプでつい復活してしまったよ。かっこいいけど、そんな風には言ってない。何バカでかいおひれつけてくれちゃってんのさ。まったく過ぎたことをネチネチと。しかし人がまさかレミリアにそんな感情を抱いていたとはな。確かに体で表現しろとは言ったけどさ。我何か変なことした。下から今レミリアがコチコチに固まってんだろ。ほら見ろ。さっきから1ミリも動いてない。おかしいな。一輪のやつが同じことをあれにしてくれて。こう言ったんじゃけ。最初は小憎たらしかったやつが、会うたびに人間味のある可愛い人だって気づいた。そんなやつと仲良くなりたいっていう気持ちを全身で表現するとこういうことになるんだよ。マジか。つまりは今の時代ギュッとして中さ、友情のボディランゲージなんじゃろ。かわいそうに一輪ちゃん。決死の告白をアホの子の勘違いでバラされるなんてな。しかもひじりがいる前で。ハレンチ。帰ったらお説教です。仏門に下った身で同性に情欲を抱くなんて。なら君も釈迦と私に神戸を垂れるべきだ。今すぐ。ははは、おかえりレミリア。